かり。この名前の通り、彼女は昼夜に灯るかすかな光のように災いを払い人々を守る。彼女は容赦なく銃を構え、盾となり平和とぬくもりを守り抜く。明かりに照らされた夜は安心して眠ろう。闇を払うのが明かりの役目。影だけじゃない。老朽に厄介な相手ランキングがあったら、明かりはきっと常連だろうね。目的を果たすために彼女は怪我をしてでも攻め続ける。プロの訓練を受けた明かりは様々な武器を駆使し、残像を生成して共に戦う。彼女を怒らせたら痛い目に遭うよ。明かりはクロスボウ、散弾銃、サブマシンガンを切り替えて戦うの。攻撃が命中すると強撃 KP が回復する。攻撃開始中に武器ボタンを押すと武器切り替え攻撃を放ち、次の武器に切り替えて残像を生成する。同時に強撃 KP も回復するよ。残像があると KP の回復速度が最速になるの。おすすめ武器装備中は武器切り替え攻撃発動時に破空の刃を投げ炎ダメージを与えるんだ。回避すると強撃 KP が回復するよ。同時に周囲に向かって銃を乱射するんだ。おすすめ武器装備中に攻撃されると極限回避が自動的に発動するよ。強撃 KP 最大時、攻撃ボタン長押しでバズーカを装備し敵に大ダメージを与える。必殺技を発動すると明かりと残像は一斉に火力全開になり、様々な武器を構え凄まじい攻撃で敵を葬る。アストラルバースト状態になると強撃 KP 集中が回復。分岐攻撃は残像を生成し敵に大ダメージを与える。その間攻撃ボタンで武器切り替え攻撃を発動できるよ。リーダーを任せると味方は運命の輪の加護を受け、待機キャラは影の従者になる。従者の攻撃は強撃 KP 集中を回復できて、新しい影の従者を生成することも可能なの。実戦では時空減速、高頻度攻撃または停滞領域後に明かりを QTE で出場させよう。分岐攻撃、通常攻撃を順番に放って武器ボタンを押して武器切り替え攻撃で銃を切り替える。強撃 KP が最大になるまで攻撃を仕掛け、もう一度分岐攻撃を放つ。最後は必殺技で敵にとどめを刺そう。精鋭チームの場合、明かりでバースト状態に入って分岐攻撃で残像を生成しよう。そして攻撃ボタン連打で強撃 KP を貯めつつ、待機キャラのアイコンを押して影の従者に変え、強撃 KP 集中を回復させるの。 KP が最大になったら分岐攻撃を発動してね。共鳴チームの時にバースト状態に入ったら味方で海域共鳴の印を残して明かりに切り替えよう。攻撃ボタンで武器切り替え攻撃を放ち、残像とともに分岐攻撃を発動。そして印の共鳴で追加ダメージを発生させてね。古の楽園では松明、冥光、昼夜の祝福を優先して選ぼう。リング EP 最大時、回避ボタン長押しで回避効果が自動で発動し、残像も生成されるよ。強撃 KP が最大になったら強化 QTE で敵を一掃しよう。そして必殺技は大ダメージを与えつつ極限回避スキルの回数を回復させられるよ。または調び、灼炎、昼夜の祝福を選んでバースト状態の火力を極限まで引き上げよう。まずは通常攻撃で KP をため、攻撃ボタン長押しで特殊分岐攻撃を連続で発動。最後は必殺技で敵を爆散させよう。凡人の身で7術に並び、不変の志で万人を守る。彼女の信念のように努力すれば世界は少しずつ良くなっていく。夜を切り裂く光によって影に覆われた地が
平和を取り戻せますように。